MMA を始めるには何からやればいいかについて、田舎とかだったら本当に遊具でガンガン遊ぶのが素晴らしいと思いますね。全方向から水圧っていう圧がかかってる中でもがいて楽に前に進む方法を学ぶわけじゃないですか。身体感覚は体操めちゃくちゃ上がりますからね。Welcome to リアチャンネル。リアチャンネルです。今日は特殊なテーマですかね。MMA を始めるには何からやればいいかについて、ゼロから始めるには何からスタートしたらいいかとか、日本人 MMA 人口増加計画っていうことで、全員に共通して言えることは、全てを自分の選んだ決断を信じて、同時に全てを疑っていかなきゃいけない。何人もいてっていいと思ってて、自分は自分の中にね、本当に信じる自分もいていいし、で全てを疑う自分。例えばこの技術はこうやるんだって教わった時に、ストレートはこう打つんだって先生から教わった時に、本当にそれを信じてやるっていう気持ちも超大事。でも今の自分に合ってんのか、もっと出せるんじゃないか、このやり方でもっと出せるんじゃないかって、これやっぱ探っていくことが大事だし、それが武道だと思うんですよ。結局終わりはないものとして扱うっていう意味で、その疑い続けるのも大事だし、信じるっていうのももちろん自分の力になる。より速い神経伝達、より疑いのない脱力感を生むにはやっぱ信じるっていうのが大事だし、どういった角度から人間形成ができていけるかが格闘技やるにおいてすっごい大事だと僕は思ってるんですよね。それを格闘技で形成していくっていうのがすごい大事だと思って僕は格闘技でそれを作ってきたし、プラス表現したい動きを表現できる体を身につけてほしいんですよ。だから野球もできるようになればいいし、泳ぎもできるようになってほしいし、こう踊れって言われたらこう踊れるようにもなってほしいし、できないってならないで、どんどんいろんな動きパターンとかをチャレンジしてほしい。その中からこれだって思ったものをより深く噛み砕いて、その動作一個と向き合うみたいな。だから俺はピッチングだって決めたら球投げで自分と向き合うんですよ。もっと早くいけないか、もっと左端踏んだらいいんじゃねえかとか、もっと最初は重心を落としてからいいんじゃねえかとか、僕は知らないですよ投げ方なんで、でもずっと探りながら、もっと胸が開いてるけど背中に圧抜けない方がいいんじゃないかとか、そういうのを探りながら一個の動作を極めたりすれば、それが他のものを探ろうってなった時に、他のものに挑戦していこうってなった時に、その時に得たプロセスがめちゃくちゃ生きる。これ絶対どの分野でも生きるんで、一個を集中して掘り下げるっていうことがすごい大事。そこに対して信じる気持ちと疑う気持ちも全部注ぎながら向き合っていく。一つ磨いて、それが完成、自信がある、俺結構これ世界でも通用すると思うっていうぐらい、世界じゃなくてもいいですよ、日本で通用する。100人呼んで、これ俺より上手いやついないべみたいな、この動きみたいな、もう向き合い切ったみたいなものが1個でもあれば、それが軸となり幹となり。今のお話まとめさせていただくと、リンヤ選手みたいに世界で戦える MMA ファイターになりたいと思ったとするじゃないですか。10代以下の子たちが必ずしも今すぐ格闘技のジムに行けとかそういうのではなく、今やってること集中して楽しむ、楽しんで掘り下げていくっていう、でそれをやっていくとやっぱ人間ってこうなってきて、視野が狭くなって、やっぱ骨格がその動きで歪んだりするんで、やっぱ体を整えるってめっちゃ大事だと思うんですよ。心とつながってるっていうのはやっぱゼロワイの前さんが常々言ってくださってることで、だから僕は体のチューニングとかは絶対にしてしたい表現はできるようにいろんなものを研ぎ澄ましていく。そういう生き方をしてれば強いっすよ。今の分かりやすい UFC ルール、15分の5分3ラウンドで判定でもいいから勝ち切りましょうってなった時に有利なスポーツはやっぱレスリングだなとは思います。この15分っていう制限のある中で、今いろんなスポーツがある中でどっから入れば MMA に入りやすい、人によるんじゃねえかな。それも本当に僕なんかは正直これは本当に申し訳ないけど、 MMA 来る前はですよ、剣道は MMA には直結しないでしょみたいな、めちゃくちゃ思ってたんですけど、僕が格闘技を教わってる津田さんだったり、ヘンリーだったり、一個のもので
ちゃんと向き合ってきた人間って他のものでちゃんと向き合うし吸収も早いからすごいんですよ。結局素直じゃないと成長できないのも分かるから、一個のものを極めようとするとね素直にもなると思うし、力も抜けやすいんじゃないかなっていう。だから分かりやすくどれやったらいいとかはないと思うんですね。走り回っててもいいし、ただなんか一個だけ興味の持ったものと向き合うみたいなことができれば格闘技にはすごい生きる。ただ格闘技やりたいのに他のスポーツ何から始めようって考えることはしなくていいと思う。だったら格闘技から始めればいい。でも近くにジムがなかったりとかしたら、野球少年で野球やってたとしたらやれってことですよね。そうですね。あとは指導者さん大事ですから、その人の魂がやっぱ乗りますから、教え子にコンプレックスを与えて育てるような指導者よりも褒めて伸ばす、楽しいところをどんどん見つけてあげる指導者さんに僕の息子だったらお願いしようと思ってます。ちょっと質問なんですけど、打撃、レスリング、世界で戦えるレベルになるのに一番早く習得できる分野ってどれだと思います？分かんないっすね。その柔術と打撃の世界を見てないんで。レスリングはやっぱ難しかったけど他のより難しいとは言いたくないんでちょっと分かんないな。柔術のジムとかは海外の方からも人気あるし、馴染みのない人種の方たちと触れ合うにはすごいいいコンテンツだなとは思いますけどね。海外の選手が怖いとかそういう壁をなんかちっちゃい時から取っ払ってくれそうな効果がありそうだなとは思いますね。田舎とかだったら本当に遊具でガンガン遊ぶのがいいやっぱ素晴らしいと思いますね。運転登り棒とか古典的な遊具でもいいし、子供はやっぱ打撃はヒートしやすいのもあるかもしれないですね。でも子供の頃からその辺の人との距離感の塩梅を覚えるのはやっぱストライキングだと思うし、ガンガン胸合わせて隙を見つけて仕掛けをいっぱい張っていくっていうのは充実だし、求めてるものに出会うと思うんですよね。子供は自然とちょっとスピリチュアルみたいな感じになってきますけど、子供の時に求めてるものに出会うと思うんで、僕はそれか興味を持ったりは絶対すると思うんで、僕は本当にそれが一見格闘技に通じてねえだろうみたいなものでも真剣にやれば同じような領域っていうのは出てきますから、僕は子供には水泳と体操をやってほしいな、興味持ってもらったら嬉しいなっていう。自分はやっぱ水泳をすごいちっちゃい時やり込んできたし、全方向から水圧っていう圧がかかってる中でもがいて楽に前に進む方法を学ぶわけじゃないですか。脱力がないと人間はやっぱ沈んじゃうし、脱力と伸び方と水をつかむタイミングとかも覚えるわけですよ。だから結構集中してる時、いい時はやっぱ無になれたら泳ぎながら泳ぐように格闘技やりたいなって思うんですけど、水泳はやっぱねいいですよ。じゃあこの人生という荒波の中も泳ぎ方みたいなヒントが泳ぎで学ぶかもしれないし、来たものに逆らうとロスするなとか、この横からの波に乗るにはどういう呼吸がいいんだろう、どういう脱力がいいんだろうとか探っていけば細かいとこまでいっぱい出てきますから、そういうオタクになってほしい。オタクって結構ちょっとバカにするような言葉で使われたりもあるかなって思うんですけど、素晴らしいことだから。もう一つ何て言いましたっけ？水泳と体操。体操やっぱ回転くる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 みたいなしてる中での空間認識とか、自分がどの体勢なのか、空中で遠心力かかって回ってる状態とか、その辺の身体感覚は体操めちゃくちゃ上がりますからね。レスリングも実はいいと思ってる部分はマット運動だと思ってて、前転から始まって後転、開脚前転、開脚後転、倒立前転、後転倒立って言って最後はバク転バク宙をやるところまでどのレスリングジムも絶対やるんですよ。そういう体操チックなウォーミングアップをするんですよ。でレスリングも結構回転してギャンギャンギャンみたいな。じゃあ皆さん余裕でできるんですよ。専修大学は120キロ級の選手までバク転できないと練習が次に行かないですから。リーア選手は体操自体も習ったことあるんですか？幼稚園の時ちょっとやってたみたいです。体操好きでしたよ。平均でこのバランス取ってるやつとか、鉄棒とかそういう本格的なのやってないですよ。釣り輪とか、ほんとちっちゃい時は体操教室、跳び箱、マット運動とか、表現力っていう意味ではダンスとかもすごいいいと思うし、ボイパでもいいかもしれない。格闘技も本当今 UFC チャンピオンもいろんなバックボーンある人いますから。ただ僕はやっぱ日本に生まれたからにはやっぱ武道がそんないいコンテンツがあるんだから、そこで習うのは最高だなと思いますけどね。今の子とかはああやって道着着てとか恥ずかしいって思っちゃうのかなって僕は思いますけどね。
ね。でも積極的に作っていってほしいですよね。そういうところで好きなことに対して。武道つっといて俺はレスリングなんですけどね。ただこの集中しすぎると人間ってこうバランス崩してくるんで、だから同時に体を整えるようなこともやってあげたいな。やるといいよ、より良いですよって感じです。あとは一流に触れることだ。武道にせよ一流の人が持ってる気に触れるっていうのは子供にとっても気持ちいいことだと思うし、楽しいことだし、ピュアなんでね。最後に、はい。リンヤマンのちっちゃい時に格闘技に熱中したあの頃の子がこれを見ている前提でなんか一言もらえないですか？お前は最高だ。もう無条件に最高。絶対強くなるし、自分信じて、俺も毎日自分が強くなってる実感を喜びとして噛み締めながら頑張ってるんで、君たちもぜひ毎日を楽しく何かに追求して何かに向かって頑張ってください。ありがとうございます。以上で世界で戦える MMA ファイターになるには何から始めたらいいのかとか、どういうことをどういう考えでやったらいいのかとか、自分なりにできるアドバイス、そして日本人 MMA ファイター増加計画についての動画でした。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。お前は最高だ。いやめっちゃいいはい、これ簡単に使えるからでも。ありがとうございまはい、す。すみません、ありがとうございました。オッケー。こっちのカメラに向かってこっちのカメラに向かって